椿だぜ。チカなのよ。今回はネオジオの格闘ゲーム、ファイターズヒストリーダイナマイトをプレイしてもらうわよ。ダイナマイ。本作については知っているわよね。デコの格闘ゲームで2作目、今作からネオジオに参入したんだ。カプコンや SNK 以外のメーカーがそこそこちゃんとした格闘ゲームを出してきたって意味ではインパクトあったよ。格闘ゲームは多く出ていた時代なのだけど、前作は唯一カプコンに訴えられたタイトルとしても有名ね。そこんとこ詳しく。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。本日遊んでもらうゲームについて少しお勉強。本作について説明できるかしら？デコの格ゲーで、ネオジオ参入作品。前作は無印ファイターズヒストリーだな。データイストのことをなぜデコと呼ぶかは知っているかしら？そういや知らないな。みんなデコって呼んでるからそれに習った感じだった。正式な会社名はデータイスト株式会社、データイストコーポレーションなのね。こちらが昔のロゴマークなのよ。これはデコだわ。デコと呼ばれても仕方がない。愛称として定着し、データイストのゲームは等しくデコゲーと呼ばれることとなるのよ。なんか、みんなデコには優しいイメージがある。自社広告に、変なゲームなら任せとけ、と入れる程度にはちょっとあれな会社で、なんかその、ちょっとセガに通ずる部分はあるの。インパクト重視。ゲームの反則企画として反則戦隊デコレンジャーが結成。反則に来たはずが、一切ゲームの反則活動をせず子供を喜ばせて帰っていくなど、意味不明な機構を繰り返すのよ。思ったよりちゃんとしてて草なんだけど。関係ないけど、レンジマンロゴのエコマークを思い出した。あれはエコでなく D が中央で切れてるだけなのよ。カプコンに訴えられたって話を聞かせてよ。はい。こちらはスーファミ版のパッケージにはなるけど、訴えられたのはオリジナルのアーケード版ね。訴訟の原因は知ってるかしら？パンチとキック、弱中強の6ボタン採用って部分がスト2のパクリだって話だと当時は思っていたぞ。確かに当時はそう考えられていたし、続編がネオジオで4ボタンになった点からも、そういうことだったのだろうと勝手に解釈していた節はあったと思うわ。でも本当はもっと派手にやらかしていたの。そうなのか。ただ似ているだけならアーヒーの方が先に訴えられているわ。確かに。アーヒーに関してはカプコン側では、スト2のパロディだな程度に捉えられていたの。でもファイティスは超えちゃいけない一線を越えていたのよ。6ボタンの採用ではないんだよな。今風に言うならトレパクなの。もちろんキャラはまるっきり違うんだけど、あまりにもシルエットが似すぎているという点で、カプコン側で徹底的に比較考察されることとなったわ。あかんかったのか。後日談としてデコ側の開発者も、スト2のキャラを黒塗りして、上から絵を描いていたと認めたという話もあるわね。あかんやつやん。動きをトレースすることで短期間で高い完成度を実現できたという話になるわね。詳しいお話は岡本さんのチャンネルで、概要欄にリンクを貼っておくわね。この裁判は当然カプコンが勝ったんだろう？裁判的には示談成立ということでドロー。でも訴えを起こした時点でカプコン側の目的は達成。カプコンの勝ちでいいと思うわ。というと？ 100% のコピー品でも売ってない限り、この手の裁判では訴えた側が勝てるケースはほとんどないって話なので。でもあんまり調子に乗ってると訴えるぞゴラ的な、業界全体に釘を刺す目的だったと言われているわ。なるほどな。他社が格ゲー作ること自体には寛容だったのかな。格闘ゲームを極限まで簡略化すると、シューティングゲームと理屈は同じなの。これな、要は暗い判定が時期で、攻撃判定が玉ってことだよな。ヒットボックスと呼ばれる判定の可視化なのだけど、スト2の基盤設定、リックスイッチによってこの枠を表示させることもできるのだけど、それはあくまで開発環境でのみ必要なもので、出荷バージョンの基盤からは削除しておくべきものなの。そこを潰し忘れてしまい、業界全体に格ゲーの作り方がバレてしまったのよ。自分から布教しちゃったのか。結果としてよくわからない変な格ゲーが増えてしまったけど、スト2の完成度には遠く及ばないって感じではあったわよね。どうしてもパチモン臭さはあったな。SNK に関してはストリートファイターのクリエイターが移籍しているので、根っこの部分は同じだけど、差は見よう見まねって感じね。なるほど。ファイフィスの高い完成度は、スト2をトレースしていたってことなんだな。裁判は1994年の3月16日に判決、差し止め請求の棄却という形で示談が成立なの。リリース前日じゃないか。一応の決着を見るまではリリースできなかったのよ。そういう意味では訴訟による足止めの効果もあったのね。棄却の理由としては特徴的な必殺技を除けば、ありふれたパンチやキックは保護の対象とはならないとの理由よ。着然とはしないが、まあ難しい問題なんだろうな。難しいといえば、本作の CPU 優先もかなりの難易度よ。覚悟してプレイしてちょうだい。このゲームは地味に結構やり込んだんだ。
サクッとクリアしてやるぜ。そうだ、その前に。またかよ、畜生。前回の動画で玉ってが玉打ってになっておりました。5時につき軽度の罰が執行されました。というわけでゲームスタートなのよ。つばちか。はい、それではオープニング視聴の儀から執り行うわよ。ゲームの方は各キャラ1試合を基本に、手こずった場合はダイジェストでお見せするわ。レタナ・カルノフ。本作のストーリーとしては、謎でもなんでもない謎の男系の主催で、グレートグラップルという格闘技大会が開催されるというストーリーなの。タイトル前にデカデカと出てきちゃってるな。おかしいわね。ここの文章、カルノフが読み上げてくれてたと思ったのに。それ変な攻略ビデオの話だよ。あら、あのビデオ知ってるのね。チカちゃんがうちに持ってきて一緒に見ただろ。多分まだ家にあるんじゃないかしら。なんであんなビデオ買ってんのよ。踏切の近くにあったレンタルビデオ店が廃業する際に、処分価格ではボンセールしていたのを500円で買ったと思うわ。チャトルって店だろ。私も学校終わってすぐ行ったけど、わけのわからないジャンルのエロビデオしか残ってなかったよ。買ったの？買わねえよ。なめこ汁なんてタイトルのエロビデオ誰が買うか。はい、それではゲームを開始してちょうだい。ボタン配置は SNK とは違うので注意な。SNK では強弱で区分しているのが一般的だけど、本作はパンチとキックで区分しているのよ。画廊なら小足が出るところが強パンチだ。さて、誰で行くのかしら。主人公、ミスターダイナマイトレイだ。次回作でまさかのリストラを食らう主人公。次回作では溝口が主人公。一人目はヨンミーさん。ホイールキック、はいはいはいおりゃ、ダイナマイ。普通に上手くてビビったわ。このゲームは軽快にコンボがつながるので楽しい。レイのダイナマイトタックルもコマンドは前々パンチと簡単なんだ。適当に小足刻んで強パンチからのダイナマイ。あとはとにかくホイールキックが強い。全力で頼っていくといいぞ。結構な範囲をカバーできる対空技でありながら弾も抜けていくのね。地上ヒットならダウンも奪えるが、しゃがんだ相手には当たらないんだ。いきなり出す技ではなく、動きを誘っておいての割り込みに使う感じだぞ。お次は同キャラ対決。同キャラ含めて13人。全員倒す必要があるぞ。理想は飛びを誘ってホイールキック。対空。近い。しゃがんでる敵には当たらんのよ。ヒット確認できてない。開いた。ちょい、まずいかも。冷静にどうぞ。あかん。弾で押していく。弾を食らえ。遅れた。もろたで、ダイナマイ。小足からダウンまでいけるコンボは強力ね。ワンツー攻撃といって弱から強にはつながるんだ。チェーンコンボ風味。若が安定の無敵対空。なかなかに手強い。まだ2人目である。偽物に対してもこの態度、さすがは主人公だな。そんな良い子ちゃんちゃでこの世界では逆に浮いてしまうわよ。お次はリーディエンド。職業は船頭さん。ファイトスタイルは八極拳。29歳の中国人なのよ。こいつは瞬間火力が特にヤバい。突進技からの追加入力でコンボが伸びるタイプね。通常技からキャンセル連続技にするだけで胴体が弱点のキャラなら一発でピヨるからな。レイの弱点は胴体ね。クリーンヒットだけは避けたい。本作の特徴として各キャラには弱点部位が設定されているの。弱点部位はダメージが増加するだけでなく、複数回攻撃を受けるとピヨリに陥ってしまうのよ。同じ部位でも判定の大きさはまちまちだ。B の弱点は足なんだが、判定は膝の一部のみと非常に狭い。こっちは胴体全体が弱点なんだ。結構なハンデ戦だぞこれ。そういう意味では弱点が強いって意味不明な文章が成立するのよ。弱点は弱いもの。よし、なんとか押し切った。地味だけど勝ちは拾えたわ。お次はリュウ・フェイリン。こちらも中国、27歳の灯籠剣使い。職業は女優で国籍は中国よ。はい無理。余裕あるタイプ。しまった。弾打ってなかったわね。それ。弾を誘ってホイールキック。見てから余裕でした。違うんす。ちなみにフェイリンさんの弱点は上半身。鎧のようなパーツ全体が弱点判定。とても大きいので狙わなくても自然にヒットするのでとてもピヨりやすいのよ。
灯籠剣といえば関根勤だよな。いつの時代の話よ。最近よく関根勤チャンネル見てるのよ。ゲストが高田純次の時がクソ面白いぞ。ひよったわよ。後ろに溜めてから。大ナマイ。超必殺技っぽいけど通常技。このゲームに超必殺技はない。まあ、おかしな技は多いんだけどね。ゴーついタイガーバズーカザ。ツバチカ。お次はジャンピエール。キザなフランス人でお金持ち。大学で地質学の研究をしているのよ。ジャンピエールってポルナレフかよ。この辺りから敵が強い。すでに1本取られてしまっているので、牛は出ません。ノーミスどころかワンコインもクソ怪しい。っていうかいける気がしないぞ。本作の CPU 線のやべえところはズバリ、超反応。ちょっとでも甘えた行動を見せると最適解のお仕置きを差し込まれるぞ。変な距離で球を打てば即座にスライディングが飛んでくるわね。なんとかスライディングを誘って確定反撃としゃれ込みたい。パターンを作らなきゃ無理なレベルで赤岡な超反応なので、普通に戦ってはダメなゲームなのよ。弾や飛びを簡単に誘えるなら楽なんだが。こいつはうざい。前方向に止めを作らなきゃならないって変な技を持っていることでも有名ね。このゲーム、変なコマンド技は多いよな。変なコマンドよりもボタン4つ同時を死刑が難しい印象。チャンスがあれば狙いたい。ゴーッツイタイガー2天才。もうちょい。無理しちゃダメよ。とどめだ。相打ち OK。危なかったわよ。ギリギリだったな。そろそろ本当に危ない。はい、次期主人公の溝口誠。28歳の高校生なのよ。ノリが男塾なんよ。後期デコを代表するキャラクターとして主人公を差し置いて他のゲームにゲスト出演していたりもするわ。あかん。普通に強い。はい、ここでゲームオーバー。コンティニューしていいのでクリアしてね。1本も取れないのはちょっとショックだぞ。本作ではコンティニューしてのスコアはそのまま継続。使用したクレジット数がスコアの横に表示されるのよ。あかん。嘘。超反応空対空。ちょっと離れてほしい。空対空で勝てる気がしない。差し合いで CPU には勝てない。おいしい。弱点が頭なのは救いだよな。パンチ当たってなかった。ヒット確認できればグッド。あかん。やめてくれメイス。ひよってたらアウトだったわね。なんとかなりませんか。投げで距離を取って球を押し付ける。来るんじゃない。あっち行け。お願いします。助かった。なんとか球の連打で押し切れたわね。出直してこい。お次はマットロック・ジェイド。25歳イギリス人ミュージシャン。熱いソウルを取り戻すために戦っているのよ。超反応すぎて何もできない。露骨に後出しでかぶせてくる。このまま攻め切りたい。言って。球抜けてくる。なんだよそれ。通常技の使い方が上手すぎてくさ。あかん。またしてもゲームオーバーである。この子めっちゃ固めてくるんですよ。ゲームの特性上、固め、削りが基本となるパターンが多いの。ガードされても露骨に不利を背負う技は多くないのよ。ミスった。 CPU は基本的に隙を逃さないわね。ちょっと分かってきたんすよ。まずは我慢だ。好きに攻めればいいさ。何かを待っているのね。クソが。ここだ。ナイスカウンター。悟った。見てから反応できない。くっそ。でも壊し大足スピニングウェイがセットっぽいんだ。大足見たらホイールキック入れ込んでおくしかない。打ってくると信じてホイールキック。外した時は結構やべえ技なのでバクチで出すのは怖いんだが。あかんか。とはいえ3回決めればピよりからのフルコンボも狙えるわ。モロタでマットロック。はいダイナマイ。シンプル3段。絶対にミスりたくなかったでござる。頭が弱点類でよかったわね。一回ピよればひっくり返せる。露骨に狙っていくのも一つの勝ち筋だ。お次は加納涼子さん。17歳の高校生。涼子という名前の柔道女子。時代ですね。谷涼子選手の活躍に日本中が熱狂していた時代ね。世界選手権で金メダルを量産し、バルセロナ、アトランタとオリンピックでも銀メダル。続
続く人にアテネでは金メダルを獲得するのよ。あかん、強い。この時代、浦沢直樹先生のやわらもとても人気が高く、谷選手は隠しマスコミもこぞってやわらちゃんと呼んでいたのよ。10年経ってもやわらちゃんだったろ。いい加減やわらさんだと突っ込まれてたぞ。ぐは。とにかく柔道女子がトレンディーだったの。ワールドヒーローズには2作目から出雲涼子という女子高生柔道家が参戦するのよ。うわ、女子高生強い。ちなみに本作の涼子選手は危険すぎて試合では使えない技を実際に使ってみたって大会に参加しているのよ。脇世界の住人かな。 DDT。 とにかくピオラステからだわ。頭狙っていこう。随分と古典的なスタイルね。投げキャラはこれが苦手って昔から相場が決まってるんだ。バックジャンプキック。超いい。頭おかしい投げ前。どんだけ数点ねん。威力がないのが救いね。頭、ピオレ。おい、いい加減にしよ。この距離感で吸い込んでくるわよ。どうなってんだ、この世界の柔道は。チェックメイト。こいつもアホほど強かったぜ。はい。ボコボコにされながらも涼子を撃破。あとヤバそうなやつは誰かしら。サムチャイはなんとかなる。ザジーが怖い。全然楽しかないやい。お次はマストリウス、イタリアのプロレスラーよ。こいつのエンディングも男塾っていうか、宮下明なノリなんだよな。そっくりな奥さんにぶん投げられるやつね。突進してこないな。座れた。結構な投げ前。加えて威力も高いわよ。ザンギエフ担当のレスラーだ。時間切れまでもつれ込む地味な戦いなのでカットよ。来るな、あっち行け。お願いします。ザーコ、おとといきやがれ。逃げ回って時間切れで勝利。知略を尽くした戦いだったぜ。全力で逃げ回る勇気も必要。お次はサムチャイトムヤムくん。さすがにその名前はどうかと思うよ。22歳のムエタイ選手で国籍はもちろんタイなのよ。トムヤムくんってエビ混ぜて煮るって意味だろ。トムが煮る、ヤムが混ぜる、くんが入りね。タイ人じゃないならギリわかるが、現地の人でその名前はおかしいだろ。日本人の名前に豚の角煮ってつけるようなもんだろ。伝統料理の親善大使的なものなのかもしれない。タイ人だし名前はトムヤムくんでいいだろ。やははってノリで名前決めてるだろ。はい、トムヤムくん選手はあっさり倒したわね。せめてサムチャイって呼んであげてね。お次はザジームハバ。アフリカ、ケニアの空手選手でアフリカ自然保護友の会会長なのよ。情報量多すぎん。流派は北東新韓空手なのよ。何もやらせてくれない。超いい。無敵移動のダッキングから繰り出されるヘルファイヤーが脅威ね。悪魔的に強いぞ。ぐわ、かかとだ。もう一回かよ。あっぱ、シュー、ガウザイ。ガードからのダイナマイ。反撃食らうわね。ガードさせて。もう一丁。ダイナマイ。潰された。あかん。弱点はダメ。あかん。通常投げの威力がかなり低い点が数少ない弱点の一つなのよ。足払いから。ハイキック。生ダイナマイトが2ヒットした。これだ。やん。連続ガードで削る。いけた。ダイナマイトの後にダイナマイト。なんか知らんけどヒットしてくれたわね。こいつとリーが対戦ダイヤの上位だと思うわ。残り2名はボス枠。お次はクラウン。国籍は不明でサーカスの団長。好きなものは可愛い男の子っていうやべえやつなのよ。ピエロは子供の敵ってはっきりわかんだね。はい、飛びが甘いよ。届かんか。遠い。ああもう。あかんか。それは落とせる。弾打って対空。伝統的な狩猟方法である。たまには反応しない方が良いっぽい。遠いときついわね。欲張った。いける。ギリギリよ。ハイトンだ。キック置いておく。それは無理ぞ。楽勝とはいかないものの無事に勝利ね。ラストのカルノフも比較的はめやすい相手だったと思う。
珍しく辛辣。はい、本作のラスボスカルノフ、職業は神の使い、大切なものははしごなのよ。デコの比較的有名なゲームからの出場だ。 BGM もカルノフからの流用ね。はい、こいつは今の突進技スーパー100キックをガードして反撃だ。あかんのか。投げれたり投げられなかったり、壊しも刺さらんか。確定反撃は取れないわね。 DDT。 ちなみに投げは全キャラ1フレ発生よ。あかん、動いた。こいさ、1フレ発生の投げが確定しないってことはガードされてもボブってことか。まずい。スキナインもカルノフ側が有利まであるわね。ダメか。何回いけた。今のは暗い投げっぽかった。球をどんどん押し付けていくぞ。遠いか。アホめ。それを起き上がりにそんなところにいたら投げるわよね。はい、1回負けました。ちょっとね、コツをつかんできた気がする。遠い。ダメか。投げられるかどうかは運次第。はい投げる。密着したと思った時だけ動く。できればレバーは後ろ方向に入れて投げるんだ。小技で暴れられた時に対応してるのね。はい、小足が刺さらない程度には硬直は少ない。最速で動かれると投げられない。ちょっとだけ様子を見るのね。下段はやめろ。いけた。牽制キックから球余裕で飛ばれる。それ好きだらけなんだわ。ほい。あと一発かしらね。よし、残り0ドット。相打ち覚悟だ。ほら、よし、倒したぞ。なんとか無事にクリアできたわね。敵が強すぎる。これに尽きるな。はい、レイ・マクドガルのエンディングになるわ。レイは数多い登場人物の中で唯一カルノフと友情を育んだキャラなのよ。年齢は26歳で職業は刑事、アメリカ人なのよ。26歳で刑事ってなかなかのエリートだよな。前作の時点では25歳ね。25歳でなれるものなのか。国によっても違うんじゃないかしら。通常は警察官としての実務経験が必要になるわね。ちなみにレイはプロフィールの嫌いなもののところにタバコと書いているのよ。殺人課の刑事はとてもストレスがたまるお仕事なんだよ。はい、ということで無事にクリアできたところで雑にレビューしてもらえるかしら。そうね、よくできてはいるんだけど、年代を考えると乗り遅れた感もあるのよね。時勢のところで学んだが、裁判の影響でリリースが遅れていたのも要因だろうが、94年と考えると超必殺技もサブゲージもないってのは少し寂しい部分ではある。しかしながら、チェーンコンボやキャンセル技など、軽快かつ爽快な面白さは担保されている。いわゆる、ブームに乗っかって湧いて出てきた、出来損ないのゾームゾーとの大きな差となっている部分だ。本作は無印版に比べてゲームスピードもアップしているのよ。そういう意味では変化する客層やニーズにも敏感に対応できている。対戦ツールとしても機能するだけの完成度にはなっているぞ。その一方で CPU 戦の難易度の高さはストレスを感じるレベルで、対策なしではまともに遊べない代物となっているのは残念ではある。そのあたりは画廊伝説スペシャルに近いものは感じるわね。程よい難易度であれば、気持ちよくコンボがつながるゲームとして、もう少し一般の評価も高かったのではないかとも思うぞ。あとはキャラクター間のバランスも少し歪だと感じるな。攻撃手段と弱点部位の位置によって明確に有利不利が出てしまう。キャラ数は13人と、この時代では標準的ではあるが構成的に似ているキャラが多いのもネックだ。サムチャイはレイの劣化、他にもクラウンやマットロックはジャンの劣化と言われているわね。本作を一言で言い表すと、大々だ大々だ大名前。オーファー。わかる人にはそれで本当に伝わるから困る。ネオジオってことでどうしても SN 系の全盛期のタイトルと比較されるのはちょっと気の毒だが、それでもデコゲーらしい濃いめの世界観と、差し合いメインのゲーム性は今でも光るタイトルだと思う。超反応の CPU と差し合いなんてできない。それな。ツバチカ。ツバチカ。はい、無事にクリアできたところで今回はここまで。あんまり無事ではなかったけどな。次回は久しぶりにシューティングなんてどうかしら。シューティングは苦手なんだよな。マーダされたもんは食うぜ。シューティングで考えておくわね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。
少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると、干し芋やマシュマロを投げられるわよ。干し芋は Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければ、この辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで、最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。大変。ネットフリックスにデクスターが来てるのよ。デクスター？フォックスの結構古いドラマだろ。スカパーの周波数が変わった時に解約して全部見れてないのよ。これはシーズン1から一気見するしかないわ。動画の投稿が遅れていたらデクスターのせいです。マイアミってやばいやつ多すぎ。私も見る。